こんにちは、ホロロです。リビングの松永さん、9話の感想をお届けします。前回、このタイミングでミコが告白した意図がわからないと首をひねっていたのですが、改めて見てみると、松永さんのことが大事だからとちゃんと理由を言っていました。大事をよりはっきり伝える手段として好きを口にしたのでしょう。いつも僕の動画を見ていただいている西ヶ谷さんからは、今伝えたいという心の動きは幼さゆえ、女子高生らしいとコメントをいただきました。気持ちが高ぶって止まらなかったのでしょうね。コメントありがとうございました。さて、今回はキャラクター同士の関係が面白い対比になっていました。3組のカップルの比較、ぜひ後半まで見届けてください。実は、小夏には裏の感情があったのではと分析もしています。いつも通り前半はストーリーの振り返り、最後までご覧ください。ドラマについて最終話までストーリーの振り返りや感想を配信していくので、チャンネル登録もお願いいたします。リビングの松永さんの動画で1000回再生を超える動画がポツポツ出始めました。どの動画もじわーっと見てもらえているようで嬉しいです。いつもありがとうございます。松永さんが好き、勢いでつい告白をしてしまったミコ。全くの予想外の不意打ちに松永さんは唖然とします。ミコは慌てて告白を撤回し、逃げるようにその場を去ります。亮の言う通り、高速ド直球で挑みましたが、松永さんが投げ返してくれるのを待つことはできませんでした。しかし、逃げたところでどうにもなりません。帰りは嫌おうなく松永さんの運転する車で10時間二人きりです。ミコは後悔の念に駆られながら助手席に座るのでした。松永さんも気まずさが前面に出ています。帰ってくるなり松永さんは、健太郎の働くバーへ駆け込みました。ミコに告白されたことは伏せたまま、自分を大事にしていないように見えるかを聞きます。健太郎は、みんなに優しいから自分のことが二の次になっている、と指摘をしました。松永さんは納得できずにいます。本人にそんなつもりはなかったのです。みんな淳君の幸せを願っているよ。健太郎は穏やかな表情で解きました。ミコは松永さんの視界に極力入らないよう生活をしていました。そんなミコを見て、亮はすぐに気づきます。告白でもした？ミコはそれを肯定し、後先考えず踏み切ったことに対する反省を口にします。亮は反省の必要などない、と微笑みかけました。そこへ慌てた様子の茜が帰ってきました。ただいまも言わず開口一番。矢も盾もたまらずミコに伝えます。私、カレピンにプロポーズされました。それを聞き、ミコはすっとんきょうの悲鳴を上げます。バーから帰宅した松永さんは、シェアハウスを覗き込む丸い背中の男と遭遇します。そして全く動じる様子もなく声をかけました。男はびっくりと肩を震わせ振り返ります。その手には一輪のバラが握られていました。家に入った松永さんは、茜にサンジと名乗るインド人が来ていると伝えます。なぜか国籍まで把握している松永さん、名前でインド人と判断できたのでしょうか。茜はそのインド人こそが恋人だと言います。しかしその表情は、白馬の王子様が迎えに来たことを喜ぶ風ではありません。茜はなんとプロポーズを断っていました。その理由は、彼が自分の夢であるカレー屋の開業を後回しにして、茜と一緒になろうとしていたから。茜にとっては、犠牲ありきの結婚など受け入れられるものではありませんでした。松永さんは、ちゃんと話を聞いた方がいいのではないか、と大人のアドバイスをし、彼を中に迎え入れました。サンジは茜に対して気持ちを必死に伝えます。しかし茜は、自分がサンジの夢を諦める理由にはなりたくない、と突っぱねたのです。そのセリフを聞き、松永さんは心の中で自分の置かれている状況と重ねます。ミコのために行動し、本編の参加を見送りした松永さん。ミコの涙と告白は、くさびとなって心にぐさりと刺さっているようです。サンジは考え直していました。やっぱり、自分の店を持ちながら、茜を幸せにすることを決めたのです。軌道に乗ったら結婚しようと真の強さを見せました。茜はそれでも首を振ります。サンジの挑戦を隣で支えると言い、サンジの手からバラを奪いました。結婚するなら今すぐです。サンジは驚きながら抱きついてきた茜を受け入れました。松永さんは穏やかな表情で二人を見守ります。茜はシェアハウスを出ていくことにしました。サンジと一緒にカレー屋の開業に全力投球。それが茜の蹴りの付け方でした。結婚式はしないと言います。じゃあタコパ。二人の声が重なりました。ミコと松永さんです。文明めいた偶然の一致を目の当たりにし、亮は二人から視線をそらしました。亮はミコを諦めてなどいなかったのです。松永さんと二人になったタイミングで切り出します。松永さんがミコの告白にどう答えるのかを問いました。またも不意打ちを食らって松永さんは言葉に詰まります。亮は松永さんに背を向けたまま話し続けます。俺、ここに越してきたのは園田さんのことが気になったからで、亮は正直に自分の気持ちを打ち明けました。松永さんは黙って耳を傾けます。松永さんが年齢差や保護者という立場を言い訳にして行動を起こさないようならもう遠慮しないと言います。松永さんは最後まで何も答えることができませんでした。翌日、松永さんはミコを呼び出しました。話したいことがあると言います。寮の宣戦布告を受け、思うところがあったようです。しかし、松永さんが切り出したのは、広告の世界への再挑戦の話でした。先日辞退したのも、ミコを理由に逃げていたのかもしれないと言います。自分を気に入ってくれていた企業とも話をつけており、再びチャンスをもらえることになりました。松永さんが自分自身を優先したことを知り、ミコは率直に喜びます。それと告白のこと。しかし松永さんが続けて出しかけた話題を、ミコは遮りました。答えを聞くことはせず、先延ばしにするでもなく、仕事に集中するよう伝えます。松永さんは少しほっとした表情で感謝を伝えました。茜がシェアハウスから退去する日が来ました。在宅している面々は荷造りを手伝います。松永さんだけは大事なプロジェクトを控えており出かけていきます。
自分自身を第一優先。ミコたちは快く松永さんを送り出します。夕方には荷造りが終わり、茜はサンジと一緒に去っていきました。来月にはカレー屋がオープンするとのことです。ミコは疑問を口にします。茜さん、結婚式本当に挙げたくないんですかね。カレー屋の開店資金のことを考えて諦めたのではないかと思ったのです。朝子さんも同じことを考えていました。ミコは提案します。このシェアハウス内で式を挙げようと全員が同意し、シェアハウスを教会に改造する計画が始まります。茜には秘密のサプライズです。松永さんが帰宅し、計画の全容を知るとノリノリで参加しようとします。しかし全員止められます。まずは仕事を優先。松永さんはしぶしぶ受け入れます。しかし当日、何か重要な役目を任されるようです。ミコは小夏先生を結婚式に誘いました。小夏は喜び、もちろん行くと言います。ミコは続けて、今までつき続けていた嘘を打ち明けました。実はミコの意中の相手が松永さんだったと聞き、小夏は動揺します。でも、茜の結婚式はまた別の話。二人が改めて恋のライバルになったことはさておき、まずは茜を心から祝って送り出そうと約束をしました。迎えた当日、茜とサンジは結婚式の準備がされているとは知らず、シェアハウスにやってきます。その日は松永さんが作ったウイスキーの広告をプレゼンテーションする日でもありました。それも完璧に終えて、帰宅し松永さんはサプライズに向けて準備をします。松永さんの役目とは、新婦の父役でした。ミコの保護者であり、シェアハウス内の父的役割を担う松永さん、清掃姿が決まっています。牧師姿は健太郎、どことなくうさんくささをにじませながら、二人に愛の誓いを立てさせました。それが終わると次は写真撮影。小夏先生がカメラマン役を担ってくれます。松永さんが気を利かせて洗面所にあった花束を持ってきました。得意げな表情で差し出されたそれは、さらなるサプライズで、後に渡すはずのものでした。でもこれは松永さんが空気を読めなかったのではなく、健太郎が松永さんにサプライズのことを伝えるタイミングを逸していただけのことでした。しかし、前にも自分へのサプライズをばらしたことがある、と茜は口を尖らせます。松永さん不憫。ミコは涙を流していました。松永さんはサプライズをぶち壊してしまったことを謝ります。そうではありません。茜がシェアハウスを出て行ってしまうことが悲しかったのです。それでも茜が幸せになることは嬉しいというミコの思いを受け止め、茜も涙します。優しい雰囲気に包まれたシェアハウス。松永さんはハグを交わす面々を見て、父親のような表情で微笑んでいました。結婚式が終わり、松永さんは小夏を送ります。二人で話す機会を作ったのは8話で約束した通り、かつて松永さんと小夏が付き合っていた頃、シェアハウス内の不分率に従い、二人の間には、どちらかが出ていかなければという思いがありました。松永さんは自分が出ていくつもりでした。しかし、小夏は自分の夢を優先させて自分が出ていくことを決めたのです。結果的に松永さんはシェアハウスに残り、そしてその後二人は破局します。小夏は再会をきっかけにその時のことを振り返っていました。果たして自分のした選択は正しかったのか。松永さんが挫折から立ち直り、フリーのデザイナーとして自立していく姿を見て、小夏は焦りを感じていました。夢にもっと真摯に向き合わなければ、松永さんと肩を並べて歩く資格はないと考えていました。その結果、小夏はシェアハウスでの生活や恋人を犠牲にして夢を追うことにしたのです。小夏はそれを後悔していました。やり直せるならやり直したい。空いた穴を埋めるように小夏は告白をします。松永さんは真摯に答えます。小夏は大切な存在だが、今はもうかつてのような感情は抱けない。はっきりと正直な気持ちを伝えました。小夏は諦めきれず、松永さんに身を寄せます。しかし松永さんはそんな小夏から物理的に距離を置き、言ったのです。好きな人はいる。ミコの告白で終わった第8話。いよいよ物語も佳境かと思いきや、リビングの松永さん、全12話だそうです。ということで、第9話は松永さんがミコの告白に対し返事をすることはありませんでした。今回は自分の夢とパートナーの関係にどう折り合いをつけるかにフォーカスが当てられていましたね。ミコと松永さん、茜とサンジ、かつての松永さんと小夏。小夏は夢を追いかけることを優先し、松永さんとの関係に終止符を打ってしまいました。松永さんはそれに傷つき、自分の夢を追いかけることを二の次にする性格になったのでしょう。ただ小夏も自分の夢を優先させたと言いましたが、それも 100% の本心ではないのではないかと思います。松永さんはこのシェアハウスの住人たちにとって心の支えになっており、また松永さんにとっても彼を立ち直らせたシェアハウスの存在は大きかったのでしょう。小夏は松永さんからシェアハウスを出ていくという選択肢を奪いたかったのではないでしょうか。ただ、男気あふれる松永さんですから、そんな気遣いは到底受け入れられないでしょう。結果的に小夏は本心を隠し、自分の夢を追いかけると言い訳をしてシェアハウスを出ていったということなら、小夏というキャラクターも少しは浮かばれるかも。他者を優先することにした松永さんでしたが、ミコの告白をきっかけに自分の生き方に疑問を持ちます。健太郎に相談に乗ってもらい、サンジと茜のやり取りを見て、松永さんは自分を大事にすることも必要であると思い出しました。松永さんのプレゼンテーションがうまくいったかまでは今回描写されませんでしたが、きっと大丈夫でしょう。うまくできたシナリオでした。ちょっと気になったポイント。和歌山からの帰り道。気まずい10時間どう過ごしたのかは全く描写されませんでした。ネタフリーでもしていたのでしょうか。さすがに10時間はきつい。平常心でいられない松永さん、見たかったです。今回はドラマリビングの松永さん第9話を振り返りました。男性視点での感想が気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねやコメントも大変励みになります。一緒にドラマや俳優さんを応援しましょう。TVer では見逃し配信が行われています。こちらは無料なのでぜひもう一度どうぞ。Unext では定額見放題で配信中。見逃しすぎてしまった方、CM を挟まずに見たい方はこちらへどうぞ。初めての方は最初の1ヶ月が無料で見られます。僕も Unext で視聴しています。それでは次回もお会いできますように。バイバイ。